皆さんこんにちは。お城へようこそ。本日もお城巡りにやってまいりました。本日訪れるお城は一乗谷です。一乗谷は朝倉市の城下町遺跡がとても有名です。朝倉義景の屋敷跡などもあります。朝倉館跡には越前で最大級の山城、一乗谷城がありました。今回訪れるのは城下町遺跡です。早速ですが問題です。朝倉氏が織田信長に攻められ滅亡した後、越前守護代となった人物は誰でしょう？ 1. 羽柴秀吉。 2. 丹羽長秀。 3. 前田義継。 4. 明智光秀。正解は3の前田義継でした。それでは早速お城に行ってみましょう。一乗谷は朝倉市の城下町でした。朝倉市は南北朝時代に越前に入国します。但馬からの入国です。但馬、現在の兵庫県北部ですが、越前守護の芝氏に従って越前に入国しました。この時、越前に入国した人物は朝倉広景でした。この人を初代とした時、朝倉氏を滅亡させた朝倉義景は11代目となります。朝倉氏は応仁の乱で戦国大名となり、5代にわたって一乗谷を本拠地としました。約100年間です。一乗谷の城下町の出入り口は、狭い地形を利用した防御施設で固められていました。上木戸と下木戸が遺構とともに現存しています。道路の幅は 1.5 メートルから 7.6 メートルほど。このような道路が都市内に設けられていました。応仁の乱で京の都が焼かれると、公家、僧侶、文化人が一乗谷へ逃げてきました。一乗谷は彼らの知識や教養を取り入れ文化都市となります。後の室町幕府の重要大将軍となる足利義昭もこの地に逃亡しました。一乗谷は朝倉5代の本拠地です。初代は朝倉高景という人物です。一乗谷に本拠地を置いた朝倉高景を初代とした時、朝倉氏を滅亡させた朝倉義景は5代目です。朝倉高景が一乗谷に本拠地を構えたという資料もありますが、朝倉氏が高景以前より一乗谷に住んでいたことを示す資料もあり、実際のところは分かっていないようです。この朝倉高景という人物、公家や寺社の荘園をよく横領したようで、ある公家の日記によると、天下悪事の修行の張本と言われています。朝倉高景は面白い人物です。実は一乗谷には40ほどの寺社が建てられていました。一乗谷には石仏や石塔の数はおよそ3000ほどあるそうです。かなりの数ですね。朝倉氏は神仏への信仰が深かったようで、高景も毎日の儒教を書きませんでした。寺社の荘園を横領し、天下悪事修行の張本と呼ばれた人物の別の顔です。朝倉高景は戦がとても上手だったようです。応仁の乱では西軍の主力、また越前では朝倉氏の基礎を築き、文国法を制定しました。元亀年間に入ると、朝倉氏は織田信長と攻防を繰り広げます。朝倉氏の当主は朝倉義景でした。朝倉義景、どのような人物だったのでしょうか。朝倉高景の長男です。実は朝倉高景という人物2人います。一乗谷に本拠地を構えた朝倉高景は初代。4代目も朝倉高景。4代目の朝倉高景が朝倉義景の父となります。朝倉義景は幼少期が不明です。高景が41歳の時に生まれた子供のようです。
16歳の時に父が亡くなり、朝倉家の当主となりました。幼少であったため、朝倉宗敵が補佐をしました。朝倉宗敵は初代の朝倉高景の八男です。朝倉忠景、4代目朝倉高景、朝倉義景の3人を補佐しました。この3人が当主を務めている間、朝倉家の政務軍事を執行しているのは朝倉宗敵で事実上の当主でした。朝倉宗敵は朝倉義景が23歳の時に亡くなります。これ以後、義景が朝倉家の舵を取ることになります。朝倉義景の義の字は14代将軍である足利義輝の義の字をもらったものです。そして、左衛門の神という一等官に任命されます。左衛門の神は律令の官位で、左衛門長官のことです。上門府とともに、宮上諸門の警護に当たった役所です。それまでの朝倉家の当主は三等官の官位に任命されていました。朝倉義景の地位が高まったのは、父の朝倉高景の戦の多くが幕府からの要請に応えたものであり、さらに朝倉高景自身が室町幕府のお供衆、総番衆に列していたことによります。また、朝倉義景は幕府の関連職を務める細川晴元の娘をめとっていました。室町幕府が強く信任されていました。若田死後の武田家の内紛に介入します。そして、当主を保護するという名目で一条谷に連れ帰ります。こうして若狭の支配下に置きました。この軍事行動は、織田家と朝井氏が足利義昭を奉じ上洛戦をするための間接的な援護だったという説もあります。上洛した織田信長は朝倉義景に上洛を求めます。朝倉義景の越前は京都と信長の本国である水戸の中間にあたります。また京の食料は越前から多く補給されていました。一方朝倉家は一向宗と敵対関係にあり本国を開けることができなかったようです。また織田家の風下に立つつもりもなかったようです。朝倉義景の方針はなかなか面白いです。朝倉義景の一条谷からはイベリア半島の鉛やイタリアのベネツィアで作られたガラス容器が出土しています。さらに薩摩の島津に貿易の申し入れを行ったり、出羽の安藤市に鉄砲を振り友好関係を築こうとしています。日本海航路と東シナ海航路を結ぶ貿易圏を作ろうと考えていたようです。織田信長も港から上がる富の大きさに気づいていた家でした。そのため伊勢湾を掌握し、上洛するや幕府の要職に興味を示さず、堺に奉行を置くことを求めたりします。朝倉家は幕府との関係を持ちつつも、足利義昭を奉じての越前からの上洛に後ろ向きです。また、信長の上洛の要請にも応じず、中央情勢よりも本国一条谷の繁栄と貿易航路の確保に力を注いでいるように見えます。占領地を増やし、石高を増やすことで豊かになるのではなく、織田家のように港を抑えることで、港からの商人から上がる冥加金などで家を繁栄させる戦略だったのではないでしょうか。ついに織田家と対立します。足利義昭の信長包囲網もあり、同盟国の浅井長政や比叡山延暦寺、さらには甲斐の武田信玄と軍事行動を共にします。途中織田家を殲滅する機会にも巡り合うのですが、チャンスを生かすことができませんでした。足利義昭の要請を受けた武田信玄の上洛戦では、朝倉義景は本国を重要視しすぎるのか、将兵の疲れを理由に途中で本国の越前に撤退します。武田信玄が病死し、体制を整えた織田信長は、かつて織田家を裏切った浅井長政を攻めます。朝倉に援軍を求めるも、朝倉軍は動きが悪いので、浅井家は窮地を脱するために、信長の退路を断った織田軍を撃つのはう
今だと朝倉に巨峰を流します。1570年、朝倉景明を総大将とした朝倉軍は、浅井軍と共に姉川で織田軍と戦います。その結果、朝倉軍が敗北、朝倉軍は本国に出返ります。近江の朝市の市場の多くは織田軍に占拠されました。1573年、織田軍が小谷城を包囲します。朝倉義景は援軍に向かうため出陣命令を出しますが、すでに家中の信頼を失っており、出陣拒否が相次ぎました。それでも2万人を招集し、近江に向かいますが、砦を落とされ、浅井長政との連絡が取れなくなります。浅井軍の撤退を即していた織田軍に迎撃を受け、ついに朝倉軍を壊滅します。将兵の逃亡が相次ぎ、10人程度の側近のみとなりました。一条谷にも朝倉軍の壊滅を知り、武士を守っていた将兵の多くは逃走。朝倉義景は自害を覚悟しますが、朝倉景明の進みに従って越前大湯も東雲寺に逃れます。すでに寺は織田家の条約がかかっていたため、朝倉義景はその後拠点を移しますが、最後は朝倉景明が織田家に寝返ります。こうして朝倉義景は自害しました。そして一条谷も織田軍の手によって火がかけられ炎上しました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。本日のお城巡りはいかがでしたでしょうか。ぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは越前大野城です。ご期待ください。